リボンを頭にあしらった満面の笑顔。ムーランルージュ新宿座の看板スター、明日マツコ。AI で80年前の色を蘇らせてみる。1936年5月、東京新宿。明日満州へ出征する陸軍第一師団の兵士たちがいた。彼らの多くはまだ20代の若者。家族と別れ海を渡り、戦地で命を落とすかもしれない者たちだった。その彼らが出征前夜に集まった場所はムーランルージュ新宿座の劇場である。家族でもなく恋人でもない。最後にこの目に焼き付けたかったのは舞台で輝く一人の女性の笑顔だった。演目が終わった瞬間、一人の兵士が立ち上がる。明日マツコ、万歳。呼応するように客席の兵士たちが一斉に同じ言葉を叫んだ。舞台から降りてきた彼女は兵士たち一人一人の手を握り、こう声をかける。ご武運長久をお祈りいたします。その一言を胸に若者たちは翌朝戦地へと向かった。学徒出陣が始まると、この光景は全国の劇場で繰り返されることになる。そして彼女たち自身も海を渡った。満州、上海、中国大陸の前線。慰問団として戦地の若者たちのために歌い踊り舞台に立った女性たちがいた。これは戦地に赴いた若者たちを最後まで励まし続けた8人の女性たちの物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。リボンを頭に乗せた輝く笑顔、明日マツコ。後に日本初のアイドルと呼ばれることになる女性である明日マツコ。1920年生まれ、岩手県釜石の出身。本名は小野寺敏子。13歳の時、釜石を巡業中だったムーラン・ヌージュの俳優にスカウトされた。養父の佐々木千里は彼女にこの芸名をつけた。明日のスターを気長に待とう。その願いを込めた名前だった。1933年、13歳で初舞台、雑誌のグラビア、カルピスの CM ガール、ライオンハミガやキッコーマンのポスター、ムーラン・ルージュ新宿座の看板娘として一大ブームを巻き起こした。そして1936年、満州出征前の第一師団兵士の万歳が始まる。学徒出陣が始まると、その声はさらに大きくなっていった。1943年、彼女自身も満州方面に戦地慰問へ赴く。黒竜交渉、父春、ハルビン、奉天。列車内でレコードケースを盗まれ、現地の芸者の三味線で様踊りを披露した。1945年5月25日、空襲でムーラン・ルージュ新宿座の建物は焼け落ちる。優美な横顔の美しい歌手、渡辺浜子。1938年、1910年生まれ、神奈川県横浜市の出身。愛称はお浜さん。武蔵野音楽学校卒。音楽教師から歌手に転身した。1936年、忘れちゃいやよが内務省から発売禁止に。娼婦の調体に似たエロ歌唱だとされた。しかし1938年、コロムビアに移籍した彼女は新たな道を歩む。信濃夜、広東ブルース、いつの日君帰る、蘇州夜曲。中国大陸を題材にした曲を次々とヒットさせ、チャイナメロディーの女王と呼ばれた。戦地慰問では上海など中国大陸の前線を回った。そして1945年、慰問で訪れていた天津で彼女は終戦を迎える。その後1年間、捕虜として収容所生活を送ることになる。しかしその1年間も彼女は日本人捕虜たちを美しい歌声で慰め続けた。エキゾチックな絶世の美貌、中国人スター李香蘭。
しかし、彼女は中国人ではなかった。本名、山口よし子。1920年、満州国宝店で日本人の両親のもとに生まれた純粋な日本人である。父の友人だった中国人銀行頭取の義理の娘として李香蘭の名を得る。北京のミッションスクールで中国語を完璧に習得。1938年、満州映画協会から中国人女優李香蘭としてデビューした。蘇州夜曲、イエライシャン。その流暢な北京語と奇跡のように透き通る歌声。日本でも満州でも多くの人が彼女を本物の中国人と信じていた。戦時下の日中の架け橋として彼女は活動した。そして1945年、日本敗戦。上海で迎えた終戦。中国人として祖国を裏切った還元罪の容疑で彼女は中華民国軍事裁判にかけられる。死刑も覚悟していたと後に語っている。しかし戸籍が日本人と証明され還元罪は適用されず国外追放。彼女は日本に帰国した。少女から大人へと成長期の輝き。高峰秀子、愛称デコちゃん。1924年、北海道函館の生まれ。5歳で松竹蒲田撮影所の野村法廷監督に飛び入りオーディションで選ばれ子役デビュー。東宝、新東宝を経て戦前から戦後まで半世紀にわたり日本映画界を彩る。ハリウッドの名子役シャーリー・テンプルと比較されるほどの天才ぶりだった。1939年、秀子の応援団長、秀子の車掌さん。彼女の名前を冠した映画が次々と作られていく。戦時下、彼女は16歳。すでに東宝の看板スターだった。1945年7月、20歳の彼女は千葉県館山に滞在していた。そこは洲崎航空隊の駐屯地。特攻隊員のための慰問公演を行った直後、彼女は終戦を迎える。戦後、二十四の瞳、浮雲、カルメン故郷に帰る。日本映画史を代表する名作の主演女優として彼女は戦後を生き抜いた。清楚で品のある美しい女優、高峰三重子。1918年生まれ、東京府東京市本郷の出身。声楽を学び、松竹大船撮影所に女優として入社した。1940年、湖畔の宿という歌をレコーディングする。涙の意味も知らないでという歌詞は戦時下の感傷を静かに表現したものだった。この曲は戦地の兵士たちにも届き、銃後の女性たちにも愛された。戦時下の彼女は女優としても歌手としても確かな足跡を残す。戦地への慰問にも彼女は赴いた。戦後は下町の太陽など多数の映画に主演。晩年までテレビドラマや舞台で活躍を続けた。戦時下の和の美しさを体現した最後の世代の一人だった。凛とした美貌の若き映画女優原節子。後に永遠の処女と呼ばれることになる女性である。1920年生まれ、横浜の出身。本名相田正恵。15歳で映画界入りし、新興キネマと契約。1937年、ドイツとの合作映画新しき土に主演。日独の架け橋として一躍国際的な存在となる。そして戦時下、彼女は国策映画の看板女優として立たされていく。1942年、ハワイマレー沖海戦。1943年、決戦の大空へ。東宝が国家の依頼で制作した戦争古舞映画の主演を彼女が務めた。兵士たちは彼女の凛とした姿に守るべき祖国の女性像を見たという。そして戦後、東京物語、晩春爆秋、小津安二郎監督の傑作で、彼女は日本映画の聖女として世界的な評価を得る。しかし1962年、42歳の時、彼女は突然引退する。そして以降、95歳で亡くなるまで、ほとんど公の場に姿を現すことはなかった。日本映画史最大のミステリーを残した戦時下のスターだった。ベレー帽に
水玉のスカーフ、タバコを手にした洗練されたモダンガール、阿波谷紀子、ブルースの女王と呼ばれた歌手である。1907年、青森県青森市の出身。東洋音楽学校でクラシック声楽を学んだ本格派の歌手だった。1937年、別れのブルース。1938年、雨のブルース。戦時下、軍歌が街に溢れる時代に、彼女は決して軍歌を歌わなかった。私はクラシックの歌手だ。そう言い続けた彼女に、軍部からの圧力は絶えず注がれていた。慰問のために戦地へも赴くが、洋装は禁止されていた。それでも彼女は、化粧をし、ドレスをまとい、舞台に立った。兵士たちに、軍歌ではなく、ブルースを歌った。私は、戦争のための歌など歌わない。戦争に勝つために生きているのではない。その信念を、敗戦の日まで彼女は貫いた。そして戦後、彼女は92歳の生涯を最後まで現役の歌手として生き抜くことになる。愛らしい瞳の若き女優、桑野美智子。1915年生まれ、東京府東京市麹町の出身。文化学院在学中にスカウトされ、松竹大船撮影所と契約。明るく開けた性格と愛嬌で、たちまち人気女優となる。お夏清十郎、家族会議、淑女派何を忘れたか。戦前から戦時下にかけて銀幕の妖精と呼ばれた。1939年に結婚、出産も経験する。戦時下も彼女は撮影所で女優としての日々を過ごした。そして戦争が終わる。しかし戦後の混乱の中で彼女は病に倒れる。1946年、敗戦の翌年、桑野美智子、31歳。戦後を生き抜くことができないまま、彼女はこの世を去った。戦時を生き抜きながら、戦後の自由な時代を見ることなく散った。悲しい銀幕のスターだった。布で作られた四角い袋。中身は手ぬぐい、石鹸、衣服、写真、薬、お守り、そして手紙。慰問袋。戦地の兵士に銃後から送られた励ましの袋である。その制度は1904年の日露戦争にまで遡る。陸軍10兵部を経由して市町村ぐるみで集められた品々が戦地で兵士の手に届くようになっていた。そして1938年、もう一つの慰問の形が始まる。吉本興業のわらわし隊、ミス若菜、横山円達、花菱あちゃ子、漫才師たちが中国戦線へ渡り、兵士の前で漫才を披露した。1941年6月、日本移動演劇連盟が結成される。委員長は岸田邦夫。劇団、演芸団が工場や戦地への巡回公演を組織的に行うようになる。加盟劇団は文学座、文化座、前進座、苦楽座、俳優座。観客動員は1942年で222万人、1943年に298万人、1944年にはついに458万人に達した。戦争の激化に伴い、慰問は銃後と戦地をつなぐ最大の文化的事業へと拡大していった。集合写真の中の若き劇団員たち、日本移動演劇連盟に所属した苦楽座の人々である。苦楽座は戦時下に強制的に桜隊と改称させられた移動演劇隊の一つ。主催は新劇の名優丸山貞夫。そして女優陣の中心には宝塚出身の園井恵子がいた。桜隊は1945年の春から広島市内に駐在していた。戦争末期、空襲の激しい東京を離れ、地方での公演を続けていたのである。そして1945年8月6日、朝、広島の堀川町にあった宿舎で、桜隊の劇団員たちがその日を迎えていた。午前8時15分、広島市上空580メートル、リトルボーイが爆発した。爆心地からわずか750メートル、桜隊の宿舎は一瞬で吹き飛ばされた。
丸山貞夫、園井恵子、中緑、高山正三、森下明子、池田誠二、牧村幸吉、9人の劇団員が被爆により命を落とすことになる。慰問のために銃後を励まし続けた人々が戦争の最後に自らも犠牲となった。戦後、彼女たちはどう生きたのか。それぞれの人生は大きく分岐していった。明日マツコは新宿の焼け跡で再起を図ったが、4ヶ月で解散。その後、北海道に渡り、日本舞踊家として99歳まで生きた。李香蘭こと山口淑子は、戦後芸能界に復帰、ハリウッド映画にも出演し、後に18年間参議院議員を務めた。高峰秀子は戦後の日本映画の代表女優として二重詩の瞳、浮雲などの名作を残す。渡辺浜子は1952年フィリピンのモンテンルパ刑務所を訪れる。そこには戦犯として収監されていた日本人たちがいた。彼女は戦犯のために作られた歌、アウ・モンテンルパの夜は更けてを刑務所で歌った。その歌声と運動がフィリピン大統領を動かす。戦犯全員の日本への釈放が実現したのである。原節子は東京物語の聖女として世界的な評価を得る。そして1962年42歳で突然引退し、95歳の生涯をひっそりと過ごした。淡谷のり子は戦後も現役の歌手として92歳まで歌い続けた。高峰三重子も戦後女優として71歳まで活躍を続けた。そして桑野美智子だけは31歳で散ったまま戦後を見ることはなかった。戦時下のアイドル。1936年、東京新宿のムーランルージュ新宿座で満州出征前の兵士たちが叫んだ明日マツコ万歳の声からこの物語は始まった。アイドルという言葉がまだ日本になかった時代。しかし彼女たちは確かに戦地に向かう若者たちの心の支えだった。明日マツコ、渡辺浜子、李香蘭、高峰秀子、高峰三重子、原節子、淡谷のり子、桑野美智子、8人の美しい女性たち。李香蘭は中国人と信じられた日本人として漢検罪の死刑寸前から命拾いした。戦後はハリウッド進出、そして政治家へ。激動の人生を94歳まで生き抜いた。高峰秀子は5歳から半世紀にわたり日本映画を支えた。1945年7月、立山の特攻隊員のための慰問公演を彼女は記憶に刻んでいた。戦後の名作群は彼女が戦時に見たものを映し続けた。淡谷のり子は軍歌を最後まで歌わなかった。戦地でもドレスをまといブルースを歌い続けた。私は戦争のための歌など歌わない。その信念を敗戦の日まで彼女は貫いた。原節子は国策映画の看板女優として立たされた時代を超えて、戦後の小津安二郎作品で日本映画の聖女となる。そして1962年、42歳で突然引退。95歳の生涯をひっそりと過ごした。しかし、すべての女性が戦後を見られたわけではない。桑野美智子は戦争を生き抜きながら、戦後の混乱の中、31歳で病に倒れた。戦後の自由な時代を彼女は見ることがなかった。そして1945年8月6日、もう一つの悲劇があった。移動演劇連盟所属の劇団桜隊、主催の丸山貞夫、宝塚出身の園井恵子ら9名が広島の原爆で命を落とした。慰問を続けた彼らも戦争の最後の犠牲者となったのである。そして有名なスターだけではない。慰問団員、看護婦、無名の踊り子や歌い手たち、多くの女性たちが戦地に向かう若者の記憶に確かに残されていた。彼女たちもまた戦時下のアイドルだったのである。東京新宿のムーランルージュ新宿座の跡地は今新宿の繁華街の一角となっている。そこから歩いて行ける場所に戦没者の慰霊碑がいくつも残されている。あなたのご家族、ご親族の中にも当時ムーランルージュや映画館に通った方、あるいは
戦地で慰問公演を見た方がいるかもしれない。その思い出について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に、彼女たちは確かにそこにいた。その時代を生きた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ、高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。